はい、この動画では Well-defined とは何か話していきます。数学における関数の Well-defined について話します。で、Well-defined とは何かっていうのは結構、僕もあやふやだったんですけど、この動画でしっかりと、整理していきたいなと思います。で、この動画はこちらのチャプターに従って話していきます。まず同値関係や直積の定義をおさらいして、で、well-defined の定義とその例、注意点を見ていきます。で、最後に well-defined と全体者の関係を見ていきます。まず、準備の一つ目なんですけど、集合 X 上の二項関係イコール X が次の3条件を満たすとき、同値関係と言いました。1、2、3が、これがそれぞれ反射率、対称率、推率のこの3つを満たすときに、イコール X は同値関係と言います。で、同値関係が定義された集合を X イコール X という組で表して、また単に X と表します。つまり集合 X って言った時には、もうイコール X が自動的に、セットでついてくるということですね。で、また、スモール x とスモール y が、イコール x で結ばれている時に x と y は等しいと言います。めっちゃ簡単ですね。で、準備の2つ目なんですけど、集合 S と T に対して S×T という集合をこのように定義します。で、これを S と T の直積と言います。で、直積の要素 ST を、順序対と言います。で、直積 ST 上の同値関係イコール ST も自然に定まります。つまり、スモール s スモール t というのを持ってきて、で、スモール s プライム、スモール s、スモール t プライムという、また別の組を持ってきたときに、これがイコールであるとはどういうことかといえば、それは、スモール s がスモール s プライムと s 上で一致している、かつ、スモール t と、スモール t プライムが t 上で等しい時に限って、この順序対も等しいというふうに定義します。はい。では早速、well-defined の定義に入るんですけど、対応 F が X に fx を対応させるものとします。今、対応って2回言っちゃったんですけど、この対応って何なのかって言ったら、関数とか写像のことだと思ってください。この対応が次の条件を満たすとき、F は well-defined であると言います。条件1と2があります。で、条件1が2の x に対して y イコール fx を満たす y が存在して、このスモール y っていうのがラージ y に含まれることが一つ目の条件です。で、条件二つ目が2のスモール x スモール x プライムに対して、次が成り立つと。で、前半がスモール x とスモール x プライムが x 上で一致しているならば、fx と fx プライムがこれが y 上で一致していると。あるいは fx と fx プライムが y 上で異なるならば、スモール x プライムとスモールスモール x が x 上で異なるというのが2つ目の条件です。それで、あるいはで繋がれているこの前半と後半は、これ対偶の関係になってますので、前半が真なら後半も自動的に真な感じになってます。なので、もう前半だけをこの動画では特に取り扱います。で、以下、本動画では条件1、2を次のように呼びます。1を全域性、トータリティ。で、2を一位性、ユニークネスと言います。ここで注意してほしいんですけど、一位性が成り立つことを well-defined であるという人もいます。これは、例えば集合論の F が単車であることを1対1という人がたまにいるんですけど、それと似たように一位性が成り立つことを well-defined であるという、流儀があります。ここでは
全域性と一位性が成り立つことを well-defined と定義します。じゃあ well-defined な関数を1個見ておきます。有理数の和を与える関数 α をこのように定義します。つまり有理数を2つ取ってきたときに、その和を値に取るような関数ですね。関数 α が well-defined であるためには、条件1、2を確認すればいいんですが、条件1に関しては、この有理数の和が有理数に含まれるのは結構自明なので、もうクリアと。なので、2つ目の時に前半の条件を確認すればよいということになります。で、前半条件はこちらで、有理数の組を2に2つ取ってきて、それが一致するならば、和を取った後の値も一致するというのが、これが一位性の条件です。で、これが分かりにくいっていう人はもっと具体的に言うと、例えば2分の1と3分の1という組と、あとは例えば20分の10と30分の10という組を2つ取ってきたときに、2分の1たす3分の1が20分の10たす30分の10と有理数として一致しているというのが、これが一位性の条件ですね。で、これ実際に関数 α は well-defined になります。詳細は視聴者に任せます。はい。じゃあ、いつ well-defined を確認するべきかっていう問題があるんですけど、これは新しい関数や写像を定義するときに、必要になります。もっと具体的に言うと、写像 x から y への写像 f が、これ定義から fx イコールスモール y のスモール y がラージ y に含まれることが明らかでないとき、全域性が崩れるときが注意が必要です。これ例えば fx のこの関数 f の定義に極限操作が含まれる場合などは、例えば無限大に発散しちゃって、このスモール y がラージ y からはみ出る場合があるので、注意が必要ということですね。確認が必要ということです。で、もう一つ注意すべきパターンは、これ、写像 F が X から Y の写像の時に、定義域が、例えば小集合の時。この時に、例えば、この同値類に対して演算 F を定義するような場合には、この定義が同値類の大表現に依存しないことを確認する必要があります。これは代数で、何回もやるんで、多分みんなわかってると思うんですけど、これは、well-definedness の一位性から要請されることです。最後に、well-definedness と全単者であることの関係を見ていきます。写像 F が X から Y の写像の時に、これが次を満たす時全単者であると言いました。F が全者かつ F が単者。で、全者の、内容がこちらで、単者の内容がこちらなんですけど、これ寄せて書いてあるっていうのもあるんですけど、全単者と well-defined の定義って結構似てませんかね。これ、今比較してもらうとわかると思うんですけど、主語、述語とか、このならばの前後関係がこれ逆になってるのが全単者の定義です。well-defined と全単者はこれ逆の関係になってます。で、これを象徴する命題を見ておくんですけど、F が全単者ならば、F インバースが存在して、これは well-defined になります。で、これ証明は動画ではあんまりやんないんですけど、F の全者性から F インバースの全域性が求められて、導くことができて、F インバースの、F の単者性から F インバースの一位性が導くことができます。この詳細は視聴者に任せます。動画で定義したことをちまちま一つ一つ確認していけば、これが示せますと。で、最後にもう一つやっておくと、F が well-defined で、なおかつ、ある G が存在、または構成できて、この G が well-defined で、なおかつ、F と G の合成が口頭写像になっている場合には、これは F が全単者であることが言えます。多分。証明は視聴者に任せることにして、
で、これなんで紹介したかっていうと、代数の有名な本に有形代数っていうのがあるんですけど、有形代数の中で、えアルファが well defined で、その逆関数、ベータも well defined だから、アルファとベータは、全体者になると。なんか、well defined を確認していたはずなのに、いつの間にか全体者ができてた。みたいな証明があったりするんですけど、なんでそれが成り立つかって言ったら、この命題から来てます。ここから来てます。なんで、この動画を見て、最後まで見てくれた人は、もう、Well Defined について悩むことはもうほとんどないんじゃないでしょうか。そうなることを願ってます。はい、以上で終わりたいと思います。ここでは1と2を参考に、スライドを作りました。ご清聴ありがとうございました。